どうもこんばんは、ゆうちです。最近多忙でなかなかプラモに集中できない。そのため制作スピードがちょっと遅いです。そして大変申し訳ございませんが、一身上の都合でライブ配信水曜日にやっていたんですが、木曜日に移動します。まあ多分ここの時期を乗り越えればそんなこんなで近況状況を話したが、このチャンネルではガンプラや美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネル。よかったらチャンネル登録よろしくな。今日作るのは女神デバイスのすぐみ。こちらはオークションで出品するなら何がいいっていうアンケートを取ったら見事1位だったので、今日はまだ6月なのに猛暑、頭が溶けるほどのスケベを楽しみたいため、俺はすぐみのスカートを眺めながら暑さを乗り越えていく。さあ、まずはすぐみから。すぐみは 3,4 年前のキットですが、とても出来が良く、パーツが結構塗り分けされています。ただ全てが塗り分けされているわけではなく、腕の細かい装飾や腰の細かい装飾などは一体造形になっているので、マーカーなどで塗ってあげるといいでしょう。あとちょいちょい肉抜きやパーツの噛み合わせが悪かったりしますが、ここら辺は他のプラモデルもおなじみって感じですからね。このキットで気になるのは肉抜きとか噛み合わせの問題ではなく、ここのスカート部分ですね。バスタードールシリーズとは違ってちょっと可動域が狭いですね。しかし女神デバイスの素体なので、この股回りの可動を制限している代わりに、腰や肩が大きく動いてしっかりアクションポーズが取れます。ちなみにパンツの色は白か。はっきり言ってスカートがちょい邪魔なだけで、他に文句などはない。そしてなんといっても武装モード。久しぶりにシンプルなゴテ盛り装備。最近自ら武装を増やして苦行を増やしたりしていましたからね。シンプルに武装が多いのは本当に久しぶりだ。ちなみにパッと見非常にパーツ数が多いように見えますが、付け替えは超シンプル。足を付け替え後ろに武装をくっつけるだけ。簡単でしょ。だがこんなに付け替えが簡単だと、可動域とか色々なんかこう大丈夫なのってなりますが、アリスギアの女神デバイスのコラボシリーズは可動はしっかりしており、追加武装の足もしっかり曲がり、しかもつま先も可動ギミックがあったり、背中のウイングパーツも細かく可動し、お好みのパーツ展開を楽しめます。さらに持ち手の武器は男の子は大好きなでかいライフルに大きい剣があります。しかも大きい剣は鞘があり、入刀して持たせることも可能です。その他にもギアを展開している状態やストフリやディスティニーみたいにウイングパーツのエフェクトを取り付けられます。こんな感じで俺なりのざっくりレビューは以上だ。今回はすぐみを作っている最中に配色を4種類ほどでアンケートをしておいたので、その中で一番高かったこの配色でいい感じに改造していい感じに塗装していこうと思うぜ。では改造いくぜ。まずは合わせ目処理から。このキットは当時発売された時はとてもいいキットで知られていましたが、今のキット目線から見ると結構合わせ目が多い。さらに言うと噛み合わせも少し悪い。そこでまず内面のダボ軸を少しはめやすいようにカット。これだけでだいぶ噛み合わせが良くなります。しっかりはまるようになったらこのまま合わせ目処理をするのではなく、よく見ると関節のここの部分、塗装した後擦れて剥げそうなんですよね。なので再びパーツを分解し、太ももだけを組み合わせて肘に来る部分をヤスリ掛け、さらに反対のすね部分もヤスリ掛けをするとだいぶ余裕ができて、塗装した後これなら剥げることはないでしょう。ここまで来たらガイアのセメントを流し込み合わせ目を消していきます。合わせ目にセメントを流し込み、パーツの両端を強く押さえることによって中からこのように溶剤が出てくるので、こいつをよく乾燥させてから240番から600番で丁寧に仕上げていきます。この調子で肘とかもやっていくのですが、肘はちょっと関節が緩いので、こちらアロンアルファを使い関節の軸に軽く塗り、関節に渋みをつけます。これをすることによって後で体剣とかライフルを持った時腕が垂れづらくなります。合わせ目の最後にボディ周りを見ていこう。ボディ周りは結構噛み合わせが悪い。なので結構隙間ができてしまう。そこにタミヤエポキシ造形パテを使い合わせ目を埋めて消していく。ボディだけではなく合わせ目が消しづらい部分はパテを持って消しましょう。さて胴体ができたら細かい部分をやっていこう。まずせっかくパテを練ったので目立つ肉抜き穴を埋めてよく乾燥させヤスリで整えます。続いては背中のギアパーツの合わせ目。ここの合わせ目がなかなか厄介。
一応ガイアのセメントを流し込み、合わせ目を消したりしているのですが、問題は合わせ目を消す時にディティールがヤスリがけで少し丸みを帯びてしまうこと。そんなところはデザインナイフでカンナ掛けをして面を出します。再度ヤスリで整えてから一度サーフェーサーを吹いて凹凸がないかを確認。凹凸がある場合はしっかりとパテを持って表面を仕上げます。お次にプラモの宿命パーティングライン。こちらはデザインナイフでカンナ掛けをしてからヤスリで整えます。これで悪目立ちする線を消していくのだが、デザインナイフのカンナ掛けではどうにもならない部分が、そう、ハンドパーツ。ここは隙間が狭いのでデザインナイフが届きづらいです。そこで手や細かいパーティングラインの隙間には紙やすりの600番を折って隙間に入れながらヤスリ掛けをしておく。細かくてとても面倒くさいが、これをやっておくと後で手元を映した時に綺麗に撮影ができます。あとプラモの引けと最後に押し出しピンの跡だ。このようにプラモの成形でできる丸い跡や、一見表面は平らに見えるがサーフェーサーを吹いてからヤスリ掛けをするとへこみを確認することができる。こういう細かい凹凸は軽く表面にパテを持ってからヤスリ掛け、装甲の表面とかはスポンジヤスリで十分なんですが、丸い押し出しピンがある場所は細かい場所に多いため、細かい部分は紙ヤスリで地道に削ります。この作業も本当に地味だが、やっておくと後で綺麗な表面の仕上がりになる。お次はウイングパーツなどのヤスリ掛け。素組みのウイングパーツはかっこいいんですが、よく見ると先端が丸まってるんだ。これが非常に気になる。この丸まった先端をゴッドハンドの鉄ヤスリ中目でゴリゴリと削っていく。この時中間にある黒いパーツはゲート跡があるんですが、単体で削ると変にそこだけ段差になるパターンがあります。変な段差を作らないためにも一緒に削って一緒にゲートも処理しています。一緒に削ることによってゲートも処理できるし、平らになるし、尖る、いろいろと一色体に全部できます。尖ったパーツがこんな感じ、いい感じでしょ。ただ今黒いパーツ一緒に削るって言いましたが、一緒に削っても横にゲート跡がある場合、こいつだけは削りきれない。しかも横のゲート跡なのにはめても見えるんだよ。ここだけはパーツを分離して横の部分を削ります。これを先端が丸まっているウイングパーツ全てにやります。さらに剣もちょっと先端が丸いので、ここもゴッドハンドの鉄ヤスリ中目でゴリゴリ先端を鋭利にしていきます。その他のパーツのエッジも少し丸みを帯びている気がするので、そこら辺もゴリゴリ削りエッジをしっかりシャープに仕上げます。すごく地味な作業だけど、これをやると結構かっこよくなる。シャープにしたらもちろんスポンジヤスリで400番から800番で仕上げます。ここまでヤスリを使いパーツをシャープにしてきたが、これによって既存のモールドが少し浅くなってしまう。そんな浅くなってしまったモールドをこのウェーブのタガネ 0.2mm を使い、モールドの彫り直しをして仕上げの時墨入れを流しやすくします。ちなみにモールドってバリが出たりしますよね。そんなバリにはこの爪楊枝を使い、彫り直したモールドに合わせて爪楊枝をこすってあげるとバリを簡単に落とすことができます。タガネを使ってもバリがっていう方にはこの爪楊枝作戦おすすめだ。だが最後に念のためヤスリ掛けはしっかりかけます。お次はこちら 0.8mm のタガネ。これで 0.8mm のモールドを製作していきます。これは初期の塗装案を作った時に色塗りで作ったここの緑色のライン、これを後で塗装しやすくするように 0.8mm のタガネを使いモールドを製作します。モールドを彫ったら結構大きい溝になるので、紙やすりを折りたたんで表面と溝を整えます。さらにパーツの縁とかには普通のタガネではモールドが彫りづらいので 0.8mm の段落ちモールドを使いモールドを作ります。こちらもモールドを作ったら紙やすりで表面を整えましょう。最後に各所にあるこの丸いモールド、こいつは 1mm のスピンブレードを使い丸モールドをくっきりさせます。くっきりとさせたらしっかりとヤスリで表面を整えましょう。さあ、すごく難しい作業ではないのだが、これだけの作業でほぼ1週間ぐらい費やした。あとはパーツを洗浄して、これだけのパーツの処理をやるとさすがだと言いたいところだが、さすがだ海馬。これで終わりと言いつつもまだやることがあるようだな勇気。いや俺は一体どんな作業が残っているのか俺も楽しみだぞ。海馬、俺のターンが終わったと思っちゃいないだろうな。
何？やはりまだ作業が残っているというのか。俺はフィールドの苦行カウンターを一つ取り除くことにより強力なかけらの効果を発動。俺はカードを1枚ドロー。俺が引いたカードはサウザンドナイフ。何？ここでサウザンドナイフだと。このサウザンドナイフの効果を使い、俺はすぐみのスカートを半分にするぜ。この効果によりすぐみのパンツがよく見えるようになる。さあ、最後にボディ周りの改造を見ていこう。スカートの改造に行く前にこのお腹を見てほしい。このチャンネルではタイマニンばかりを作っているため、俺目線から見るとこのお腹のベルトの食い込みちょっと足らない気がするぜ。そこでパテを持ってお腹の肉の食い込みを表現していく。パテが乾燥したらデザインナイフやヤスリで肉の食い込みを表現する。さらにスカートは元のすぐみちゃんのスカートが長すぎる気がするので、まずは服の根元を大胆にカットして服の丈を短くします。もちろん服のつなぎ目にはパテを盛り自然な造形に整えます。胴体の服パーツが整ったらスカートを大胆にカットして可動域を広くさせます。あと、服は一体造形にしてしまったので、後はめ加工が必要。やり方は、スカートと胴体がくっつく、ここのジョイントの部分。ここを少しデザインナイフで削るだけ。あとは下からはめればグッとはまります。ただ、削りすぎるとスカスカになってはまらなくなるので、削りすぎには注意が必要です。スカートの丈を短くすることによって、このようにだいぶ可動域が広がりましたね。そして、店パン状態になっているのも個人的には評価が高い気がする。ここまでざっくり工作したら服の造形を最後に整えましょう。パテで服を作ってしまったので、既存の服のモールドが消えてしまっています。なので、再度パテで服の造形を作っていきます。シャーペンである程度形を描き、デザインナイフで少し溝を作ってからパテを盛ります。こうすることによりパテが溝に引っかかり、乾燥した後、そして塗装した後もパテが剥がれづらくなります。ベルトにしてはパテの線が少し細いんじゃないかって思うじゃん。そう、癖で思わず紐パンにしようとしていた。パテが乾燥した後に気づいたので、この後再びパテを盛り直してベルトっぽい太さに修正したよ。これで大体の下処理は終了。一度ジョイ君で洗い流し、持ち手棒に持たせ、よく乾燥させている間に新コーナー。みんなのプラモデル鑑賞や質問に答えていくぜ。どうもこんばんは。最近視聴者からカメラの質問を受けたので、今回はリュジの撮影機材の紹介をしていくぜ。まずはこれ、ソニー ZV-E10。比較的軽いボディで取り回しが良いので、制作過程や簡単な動画を撮影する際はこいつを使用してるぜ。レンズキット付属の標準レンズはよりも引きもある程度カバーできるので重宝しているぜ。またライブ配信用のカメラとしても使用していて割と万能。ちなみに数少ない YouTube フレンズの玄関工房氏はこいつの後継機ソニー ZV-E10 を使用しているようだぜ。使っているカメラの写真を提供していただきました。玄関工房さんありがとうございます。それにしても後ろにちら見えしているステイ面がかっこいいですね。デンドロビウムが楽しみだぜ。続いてソニー α7-3ZV-E10 導入以前はこいつで制作過程をはじめ全ての工程をこれ1台で撮影していた苦楽を共にしてきたカメラ。最近は完成後の撮影のみこいつと FE20 から 70mm の F4G の組み合わせで完成後の撮影をしているぜ。このレンズは広角ズームなのだが割とズームの撮影にも対応できるぜ。普通のビクラからミーティアみたいな化け物サイズでも対応でき、ほぼ全て撮影をこのレンズ1本で賄っているぜ。このようにプラモの紹介と質問もここでは答えていくので詳しく聞きたいことはコメントくれよな。それでは本編の続きを存分に楽しんでいってくれよな。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせ、その上から各パーツにサーフェーサーを塗っていく。今日はフレームからいくぜ。フレームにはタミヤサーフェーサーブラックを使い一度真っ黒に染め上げます。そしてその上からスターブライトアイアンでメタリックに塗装。ここまで普通に塗っているような話をするが圧倒的なパーツ数のおかげでもうここで塗装を1日以上時間を費やした。
ただ時間をかければそれでいいっていうもんじゃない。よく乾燥させたら塗り分けをしたい部分にマスキングテープを貼り、他のメタリック塗料で塗り分けをしてメリハリのあるフレームパーツに仕上げていきます。まずは関節の可動部分などにはパールカッパーで金色に塗装をする。マスキングを剥がすとこんな感じ。たった一色付け加えるだけでも仕上がりが大きく変化します。ただこのパールカッパー一色じゃちょっと物足りないので、スターブライトシャンパンゴールドとパールゴールドをハーフに混ぜ、このゴールドでさらに細かく塗り分け、さらに味付けでスターブライトシルバーでも塗り分けをします。マスキングを剥がすとこんな感じになる。いい感じになったと思いますよね。ただ、すべてのパーツが前面に出てくるわけではなく、割とフレームパーツは装甲で隠れる。なので説明書や素組みをした時にしっかりと確認して、フレームが露出する部分を重点的にマスキングをして塗り分けをしましょう。ちなみに私は説明書をガン見するタイプです。そのせいでいつも説明書がクタクタになっています。今までオークションを落札してくださった方々、なんで説明書はこんなにクタクタなんだよっていうのはこういうことです。説明書がクタクタなのは許してください。大体のメタリックパーツが終わったらブースター周り、スターブライトシルバーを下地に、その上から純色シアンを塗装します。これで綺麗なブースターの完成ってわけだ。装甲と一体造形になってるのが多いので、よく乾燥させたら後でしっかりマスキングテープを貼りましょう。あとクローアームとかあそこら辺のメタリックパーツは一度サーフェイサーパステルピンクでピンク色に染め上げ、その上からパールゴールドを塗ります。下地をピンクにすることによりパールゴールドの発色がとても良くなり、綺麗なゴールドに仕上がります。その他のライフルの一部装甲にはパールマーズダークブルーを塗り、フレームパーツの色味と差別化させ、メリハリを持たせ綺麗に仕上げます。ちなみに体験やギア装備などにはエメラルドグリーンを下地にしてコバルトブルーをグラデーション塗装、その上から蛍光ブルーグリーンを全体に塗り、根元の方には純色シアンを強く塗って仕上げにプリズムパステルミントグリーンを塗装します。この塗装は体験やギアの他にウィングのエフェクトパーツも同様の塗装をします。続いては肌塗装。肌には今回ラキウスのホワイトピーチとトキハ色をハーフに混ぜて塗っていきます。今回の素組み肌面積少ないですが、太ももにはしっかりと影をつけ肉感を出します。足や腰回りのタイツになる部分はピュアブラック、コバルトブルー、ローズディープレッドで調色して黒茶色を塗ります。よく乾燥させたら髪留め用のネットをかぶせ、ファレホのブライトブロンズでタイツを塗装。この髪留め用のネットをかぶせ塗装をすることにより網タイツ塗装ができる。ただこれ1回だとなかなかうまくいかない。このように切れ目ができてしまいます。この切れ目には再度ネットをかぶせ、網目に合わせ再度塗装します。できた足がこんな感じ。この金ピカな足に下地で使った塗料を影になる部分に塗装します。これにより綺麗でエッチな網タイツ塗装ができるってわけだぜ。これをお腹周りや腕などにやります。あと忘れちゃいけないスカート。スカートにはマーズダークブルーとピュアブラックを混ぜ、ネイビーブルーに塗装して仕上げます。続いて装甲。装甲にはミスターサーフェイサーグレーで一度灰色にしてから、エメラルドグリーンとピュアホワイトをハーフに混ぜたものを塗り、その上から蛍光グリーンを2回に分けて塗ります。そうするとこのように綺麗な蛍光ブルーグリーンになります。これをあらかじめ彫ったモールドや既存のモールドなどに塗ります。よく乾燥させたらマスキング。さらにもう一度サーフェイサーを塗ってから、すぐみちゃんの元の黄色のパーツになっている部分、このミスターカラーのセリアンブルーで塗装。このなかなかな綺麗な蛍光ブルーをよく乾燥させたら、こいつもマスキング。塗装周りの最後にニュートラルグレーとコバルトブルーで調色したダークグレーを塗ります。こいつは装甲のモールドに合わせ2色から3色の暗さで塗り分けをします。最後に髪の毛だ。髪の毛にはピュアホワイトにピュアブラックとコバルトブルーを少し足して下地を塗ります。その上からピュアホワイトでハイライトを描き、クリアのトップコートでハイライトと下地をコーティング。よく乾燥させたらニュートラルグレーとコバルトブルーを少し足した塗料で影をつけます。ただ影はエアブラシだけだとうまく塗れないので、塗りすぎてしまった部分をこのメラミンスポンジでこすり取ります。この時クリアのトップコートを吹いているので、ある程度こすりすぎても大丈夫。ただ本当にこすりすぎてしまうと下地とハイライトもこすり取ってしまうので、こすりすぎには注意が必要っていうわけだぜ。こすり取った髪の毛がこんな感じ。ハイライトと影がはっきりしていい感じになります。
ただ今回はちょっと物足りなかったので青を強めにした影をもう一段階塗っています。そして仕上げにインナーカラーとしてコバルトブルーを塗っていきます。これで大体の塗装は終了。すべてのマスキングを剥がしたらここからは部分塗装いくぜ。ここからは部分塗装。まずはガーリリーさんの水性マーカーアルミを使い、このフレームのちょっとしたモールドを塗ります。はみ出してしまった部分は水性なので水で拭き取ります。塗る前と塗った後のパーツたちがこんな感じ。本当に少しの違いなのだが、この少しの違いで一気に見栄えが良くなります。この調子で表面にあるこの丸いモールドなどには同じくガーリリさんのマーカーゴールドを使い金色に染め上げます。ちなみに丸だけではなく縦長のモールドにも塗っていきます。ただ関節のカッパー関係の色は個人的にファレフォのブライトブロンズが気に入っているため、フレーム関係でエアブラシで塗りづらかった部分はこれで塗ります。しかもファレフォの塗料も水性なので水で拭き取れます。お次はデカール。デカールは市販のデカールを使います。デカールを貼る前にマークソフターの溶剤を少しだけつけて、それでから装甲にデカールを貼り付けます。デカールを貼り付けたら綿棒で水分を拭き取り、しっかりと接着します。この要領であちこちペタペタと貼りすぎない程度にデカールを貼ります。フェイスデカールは付属のものを使います。ただフェイスデカールは慎重に貼らないと一気にブサイクになります。なのでフェイスデカールはある程度の位置で貼れたら固定する前に一度前髪をつけて説明書と見比べながら微調整をしてから固定しましょう。すっ飛ばしてしまったがエナメル塗料のホワイトとレッドを混ぜ口元を大雑把に描いていきます。大雑把に描いたらエナメル薄め液を使いはみ出してしまった塗料を拭き取りながら微調整をします。お次にエポキシ接着剤でパーツのポロリが多い部分あるじゃないですか。そこに接着剤をちょん付けでパーツを固定。アロンアルファみたいに硬化する時に発火したりしないので綺麗に仕上がります。さらにがっちり固定するわけではないので修正したいよっていう場合は頑張れば取れます。最後にトップコート。フレームパーツにはガイアのクリアを全体に塗り、タイツや肌、蛍光パーツには今回はこのラキウスのスムースパールコートを塗ります。このパールコート、なかなか綺麗な仕上がりになります。艶消しされているんですが、パールでキラッとした感じになり、みずみずしい仕上がりになりますので、肌パーツなんかの仕上げにはこのラキウスのスムースパールコートがいいかもしれません。最後にこちらミスターカラーの艶消し。こいつで装甲や服パーツを艶消しして蛍光色をさらに見栄えを良くさせ綺麗に仕上げます。これで全ての作業は終了。これが数年間のご神体になった積みプラの素組みの改造だ。
今回のすぐみはいかがだったでしょうか。久しぶりに改造とかではなく純粋にパーツの量が多くてちょっと大変でしたね。ただ蛍光グリーンが綺麗に塗装できたので個人的には満足だ。さてこのプラモは最初にちらっとお話ししましたが Yahoo オークションに出品します。オークションは7月4日の夜8時頃から7月6日の夜8時頃までの3日間を予定している。懐に余裕がある方はぜひ購入を検討してみてほしいぜ。また7月4日のオークション初日はライブ配信をしながら皆さんと一緒にすぐみの行方を見守っていこうと思う。さあ今日の動画もこんな感じ。あれ、すぐみのパンツになんか筋がって思った方はドスケベ。コメント欄に素直に手を挙げて自分の癖を晒していくように。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。